はい、宇治でございます。今回 MOXF 紹介させていただきます。今回私は6を使ってますけど、私もですね、このシンセを使ってもヤマハシンセとともに40年歩んでおりますけども、で本当にねご機嫌ですよ、ヤマハのシンセは。いろんな各国を食べさせていただいて、アジアもいっぱい行ってますけどもね、この MOXF 皆さんもね本当使っていただきたいこの MOXF の凄さ、これをですね今回のムービーでガーンと紹介したいと思いますんで、なんといっても MOXF のすごいところはやっぱりこのコストパフォーマンスと音色の凄さのバランスがものすごく素晴らしい。これはねどうしてかというと、モチーフの最高モデルであるモチーフ XF のサウンドエンジンがそのまま入ってる。もう音がいいのは当たり前ですね。しかも軽いと。でですね、なんといっても初心者の方に使いやすいいろんな機能がもう満載。もちろんプロフェッショナルもガンガンに使いますからね。私も使ってるぐらいですからね、なんてあってね。でね、やっぱり初心者に優しいインターフェース、高性能なものっていうのはね、インターフェースが素晴らしいということだからこそね、初心者の方にも使っていただきたいと思ってますけど、なんといってもですね、さらにすごいのがパソコンとかの連携ももうものすごいことになってますから、この辺も後でちょっと紹介したいと思いますけど、やはりですね皆さんにやっぱりおすすめできる、自信を持っておすすめできるこの MOXF ではじっくりと中身を見てみましょう。では肝心のこの MOXF のサウンドを見ていきましょうか。まずはねピアノを紹介したと思うんですけど、このフルコンサートグランド、フルコンサートグランド、これはねヤマハの CF というフルコンサートグランドピアノなんですよ。さらにもう一つナチュラルグランド S6、この音も素晴らしいね。ちょっと小型のねグランドピアノなんだけど、この2つのグランドピアノがもうすでに入ってるっていうこの MOXF の凄さで、やはりですねシンセサイザーとしての料理の仕方としてはこういったピアノとエレクトリックピアノを混ぜたような、バラードにびったんこって感じでしょ。さらにピアノとシンセサイザーを混ぜるとこのふわーっといますよね、シンセサイザーが。
もう美しい、もう最高に綺麗ですね。さらにねエレクトリックピアノもいっぱいいいのがあるんですけど、今回ね私のサウンドちょっと作ってみましたけど、これねもう私の好きなカリンカリンのこのハンマーのアタックが効いたこのエレクトリックピアノ、このトレモロが効いてますね。今回用意したね私のボイスはねこの UJ っていうこの頭文字についてますからダイナミックローズっていう名前ですね。すごいいいですね。さらに今度はねギターの音色を紹介しましたけど、特に MOXF すごいのがこういう、ちょっとジャズっぽいもうギターにしか聞こえませんね。このピッチ面のうまく使ってこのねギターの感じを出すといいと思うんですけど、もうね驚くべき機能がここにあって、アサイナブルファンクションスイッチ。ギターってねフレットがあるじゃない。フレットを滑らす奏法、スライド奏法っていうのがあるんだけど、これ押すとスライド奏法をするという、これは超リアルですね。これ普通に弾くとこうなんだよ、鍵盤で弾くと。でもギターはスライドさせるんでこうなんの。これはすごい。さらにアサイナブルファンクション2だとジャズギターがよく使うオクターブ奏法。これはもう涙ちょちょぎれるぐらいすごいですね。次ねストリングス、これも素晴らしい。これもタッチの強さで弱い時と強い時のこのダイナミックさがよく出るんですけど、さらにすごいのがねこのさらにアサイナブルファンクションスイッチで1を押すとこのテュッティのこうガンっていう音で、2番を押すとピッチカートに変わると。これはストリングスで考えられる奏法が全てこれでできてしまうというね。これはまさに MOXF ならではの世界観でしょ。すごいです。このアサイナブルファンクションスイッチ、この生演奏の奏法までも再現してしまったという。これは次ティンパニーというとこういうやつですね。ロールこう2つマレット使ってやりますけど、その時にね例えばこうなかなかやりづらいのよこれ。ところがねこれ非常にスマートですね。同じ音程がこことここにいるのよ。これによりもうロールがだってもでこう2番を押すとこうミュートする奏法とかねできたりとか、これも素晴らしいですね。さて次に今度はねシンセサイザーサウンドいきますけど、これも UJ ボイス、私の作ったボイス中に入ってますからね、これがですねいい音です。
これぞシンセサイザーの醍醐味。これはね、この8つのノブ、これをね使ってみてください。まずこの電気がついてるトーンの位置ね、カットオフレゾナンス、これまさにアナログシンセと全く同じ。例えばこれ2段目にするとアタック、ディケイ、サスティン、リリース、まさに ADSR エンベロップジェネレーターですね。こうやって自在にアナログシンセサイザー的な音作りがここでできてしまう。これはね素晴らしいです。そうやって作ったねこのボイスは往年の名機を2台組み合わせて、夢のようなねサウンドをちょっと作ってみたんで、これも要チェックですね。続きましてアルペジエーターがねすごいんです。例えばアルペジエーターってどういうものかというと、こういったものですね。一種の自動演奏、弾いた音に対して反応してこうやってこうまた変えたりとか、これは楽しいですね。これがアルペジエーターの基本です。弾いたものに対して有機的にいろんなことをしていくというね、ものなんですけど、これがねこの MOXF すごいです。今みたいにピコピコ的なこのねシンプルなものから、例えばちょっとこれ聞いて、私押さえてるだけです。何これ、このリアルさ、まさしくこうギターのカッティングをしてますけど、ピックがボディに当たることまで入ってるの分かります？なんかほらで弾いた通りにもうすごいです。これねさらにここで変えられますからね。ストロークをアルペジオといろんな種類があるの。アルペジオになってね、すごい。だからピコピコ系じゃなくて生楽器をもシミュレートしたアルペジエーターが5万と入ってる。これすごい。約8000のアルペジエーターが入ってる。でもねちゃんとカテゴライズされてるんで探しやすいんですけどね。アルペジエーターがすごい。これがまさにモチーフ直径、っていう感じですね。すごい。例えばこれピアノの原型と言われるサントゥールっていうね、こう木の棒で弦を叩く楽器ですけど、これも強く弾いた時にこれもアルペジエーターなの。このトレモロっぽく叩くっていうのがアルペジエーターの作業でやってる。すごいですね。これが何たって、MOXF の凄さ。初心者でもこうリアルなものを追求できる。私も実際に音楽制作でこの活用させてもらってます。アルペジエーターはものすごいです。さらにすごいのが MOXF においてはですね、このアルペジエーターをパフォーマンスモードというのがあって、パフォーマンスモードは今紹介したボイスを最大4つまで重ねて使えるんですけど、その4つのボイスにさらにその4つのアルペジエーターを同時に走らせることができる。何を言ってるかというとこういうことなんですよ。まずドラムが鳴りましたね。ドラムでアルペジエーターが鳴ってます。でもうベースが鳴ってますよね。で上行くともうなんか鳴ってますね。もうすごい。でさらにこれ変えられますからね。すごい。
これですよ。これがアルペジエーター4つパフォーマンスモードで活用した場合こういう風になっちゃう。さてこのパフォーマンスモードの説明をしなきゃいけないんだけど、パフォーマンスモードっていうのはボイスを組み合わせて作るモードなんですね。さっきのアルペジエーターを使ってもいいし、単純にボイスを重ねたりすることも自分でできるんだけど、ここで素晴らしいのがね、このカメラさん見てください。このパフォーマンスクリエイターっていうところ、これを使うと瞬時にレイヤーって音を重ねる、スプリットっていうのは、音をねスプリット分けるというね、モードがあるんだけど、これを使ってね簡単にできてしまう。本当に簡単です。でね、私が作ったそのプリセットボイスを組み合わせて、作りました。これねレイヤー S6 のグランドピアノ、最初に紹介した S6 のグランドピアノと DX エレピをレイヤーさせるとこうなります。これも私の作った音で入ってますから。美しいね。こういうのと、例えばスプリット、例えばこちらでシンセストリングスで、上で上と下でリードとシンセパッドをこうね組み合わせる。これも私の作った音色でね、こういうパフォーマンス的にこう2つの音色を組み合わせてどうにでもスプリットでもレイヤーでもできてしまうというところ、これもですねこのシンセサイザーならではの世界観ですね。 MYXF バッチリ簡単にできてしまう。最高ですね。で、これねさらにねすごいのが、このパフォーマンスっていうのはさっきもテクノ系のねもう紹介したところであったようにもう音楽になっちゃうんですね。完全に音楽として使えてしまうんで、例えばねこのバンド系サウンドニューグランジっていう、例えばこういうサウンドからとします。もうギターのリフとかベースとかが全部アルペジエーターになってますね。もしこれ気に入ったとします。で気に入ったならばこの状態でこの曲をねすぐにもうレコーディングできてしまうんですよ。やってみましょうか。これ簡単なんです。この状態で選んだものから、この状態からレックボタンをこのシーケンストランスポートのレックボタンを押してやる。で空いてるソングを探す。どこが空いてるかな。ここ空いてるね。4番のソングにじゃあ録音していきましょうとなるわけですよ。じゃあ録音してみますね。いきますよ。でこの状態でスタートをします。1、2、3、4。はい、録音できました。でこれでもう今処理してますね。もう今ソングの4でプレイバックしてみますよ。今弾いた通りにもできてしまってる。もう最高。
曲になってしまいますね。こんな感じでね。もう当然今使ってるのはパフォーマンスで使っていた4トラックなんで、5トラックから16トラックまで全部空いてるんですよこれ。ということはよ、例えば5トラックにこうピアノの入れたいと時々ね、じゃあピアノはリアルタイムで入れましょうか。もちろんこれオーバーダビング、パンチイン、ステップレコーディングと全部完備してますからね。じゃあリアルタイムでピアノの、パート入れてみましょう。1、2、3、4。入りましたね。これね、聞いてみましょう。これは楽しいね。ほらもう入っちゃった。こんな感じでね、曲を簡単にパフォーマンスからダイレクトにも録音できてしまう。これがやっぱりこのモチーフ直径のこの MOXF ならではの曲作りにも活かせちゃう。最高です。この MOXF ね、盛りだくさんの内容ですけど、さらにすごいのがここにあります。パソコン用意しましたけど、これがね今 USB でダイレクトにつながっております。このつながることで何ができるかというと、この MOXF がオーディオミディインターフェースとしてこの PC のね、で働くというね。でここにカメラさん DAW レベルとなりますけど、このね、PC のオーディオをここで制御できてしまうというね。さらにオーディオインプットもありますんで、マイクを挿せばボコーダーとかね、ギターとかも取り込めたりとか、盛りだくさんですね。さらにね、この MOXF 今画面に出てますけど、キューベースの AI が付属してます。これキューベースの AI が付属してるとっていうことは、すぐに音楽制作ができてしまうということなんですよ。でこのね、ただついてるだけじゃない、さすがヤマハとスタインバーグの連携もうすごいんです。ここにね、DAW リモートっていうボタンがあるんですよ。でここポンと押すと、画面も変わりましたけど、このね DAW リモートでここのパネルの制御、パソコンと完全に連携します。すごいですよこれ。例えばね、ここ画面見てもらったら、ここミキサーのオンオフってありますね。これね、ミキサーのオンオフちょっとやってみましょうか。画面上どうなるかというと、オンオフ、ミキサーオンオフになりますがね、当然ね。当然シークエンストランスポートスタートをしたら当然のごとくスタートしますわね。こうやってね、スタートバッチリですね。戻し、早送り、巻き戻し、録音を全部できてしまうね。ズームアップとかズームインとかね、そういうことも全部できてしまいますね。これよくできてる。セットアップの設定だとかね。だからこっちがパソコン触る必要がないというね、ぐらいの、ことができてしまう。この DAW リモート、これはね活用しない手はないですね。MOXF 素晴らしいですね。やはりねシンセサイザーここまで進化しているということですよ。なんといってもコストパフォーマンスとサウンドクオリティのバランスの良さ、そしてモチーフ XF から直径のサウンドクオリティ、極上サウンド、そして初心者に優しいインターフェース、高性能なインターフェースね、これが初心者に優しい、もう最高ですね。さらにパソコンとの連携、 USB つなぐだけで完全なるミュージックプロダクションの体制を構築できます。今やシンセサイザーの可能性はもう本当に広がってますね。ぜひ持っている方はね、どんどんもっと深く理解していただいて、持ってない方はね、いろんなところに行って楽器店とかに行ってぜひ
触ってみてもらいたいと思いますね。この MOXF の可能性をぜひ感じてください。ありがとうございました。